。セッティングをします。おはようございます。もうちょっと寄れそうやね。ちょっとすみません。うまくここセッティングが。よいしょ。おはようございます。秋安さんもいつもありがとうございます。大丈夫ですね。角度がちょっとずれている。もうちょっと寄りたいですね。ちょっといじりますね。すみません。この辺あたりが難しいんですよね。微調整が。よいしょ。なんかないかな。この辺にあるカンカンとかでスマホが重いのでしなってくるんですね。なんとかいいやつがないかな。ごめんなさいね、ちょっと揺れてますけどね。もうちょっと寄りたいな。なんとかできんかな。あら、皆さん早いですね。おはようございます。聞こえてますかね。皆さん早い。なんかもんないのかな。ちょうど真ん中ぐらいのね、このグロスポリマーメディウムが一番こういいんやが、なんかもんないんかな。高いな。まあしゃあないですね。これですみません。いきますね。ちょっと引きになってしまいますけども、せこいことしてます今日ね。出だしからせこいことしてます。レンさんもおはようございます。スタートダッシュでせこいことをしてます。大丈夫ですね。秋葉さん、ピア ABC さん、秋安さん、いつもありがとうございます。伊藤さん、ありがとう。旅サラダを消して。旅サラダのがいいですよ。絶対旅サラダのが面白いですよ。吉川さん、おはようございます。のんたんさんもおはようございます。タミコさんもおはようございます。レンさんもおはようございます。まさふみさかいさんもおはようございます。ななさんもおはようございます。20匹ナンバーついてる。そういうことですね。なんか適当に家にあったこういうやつを昨晩、切り抜いてこうなってますね。こうなってます。はい、反則です。せこいことをしています。はい、そうでもないと書けません、こんなのは。ということで、あと3分ほどで始めますね。よいしょ。もうちょっと次回は寄れるようにしたいんですけどね。ちょっとこのジェスソ、すみませんね。これもう高さがね、スマホがこう新しいスマホにしたら重たいからどんどん下がってきよるんですよね。なんとか得てはないんかな。めちゃくちゃ重たいんですよね、このスマホね。だからライブ配信中にじわじわと下がってきよるんで、なるべく寄りたい。このぐらいか。うわ、びっくりした。びっくりした。大丈夫ですね。音もね、OK ですね。工夫と言います。反則です。さあ、うまくいくかは知りません。もちろんやったことないので、
知ったこっちゃありませんが、うまくいくかなんていうのは知りません。ちょっとライトつけましょう。ライト影は大丈夫。こっち側が光る可能性があるんですよね、いつもね。その問題がなかなか解決できないですが。水族館絵になりますよ。もう案外これは。水族館って意外と絵になりやすかったりするので、これは大分の海卵っていうとこですね。炭酸飲むとねゲップ出るんであんまりですけど、ちょっと炭酸しかなかったんで。すごい雨ですよ。ちょっと宮崎、鹿児島、熊本の人注意してくださいね。佐賀でもこの状態やったら結構怖い感じしますね。で多分ライブ配信中に雷鳴ると思いますけど、九州の人間は慣れてるんですけど、皆さんびっくりしないでくださいね。これぞライブ配信という感じでですね。よいしょ。こういう透明のものをこういうふうに、切っておきました。これ貼っつけてるわけじゃなくて練り消しです。練り消してピッピッピッって止めてるだけですけども、こういう半透明半透明ぐらいのものを昨晩一生懸命カッターで、切り抜きました。なんていうんですかね、こういうデザインカッター的なやつです。ちょっと切れ味がすごい鋭いんですけども、こういったもので切り取っておきました。で、用意したものはこれは板ですね。こういうシナベニヤに、ジェッソを塗ってあります。じゃあ早速すみません、始めていこうと思います。9時になりましてませんが、なりましてますが、始めていこうと思います。よいしょ。よいしょ。ですね、あれどこ行った？あれ物がこんな狭い場所でなくなる。ジェッソです。ジェッソ。白です。ジュブ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 。よいしょ。いつもスプーンがあるんですが、スプーンもちょっと今見当たらんのでシャシャっといきます。黒です。よいしょ。はい。とろろろろ。初めてなんで僕もうまくいくか知りませんよ。本当勘でやってますんで。スポンジ切っておきました。普通のスポンジをカッターで切っておきました。こういうのね。こういうのね。ではやっていきましょう。どんな感じになるでしょうか。トン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 と粗い方を使っていきましょうか。トン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 と後ろの岩とかですね、この辺りを描いていくのが大変そうだったので、どうやって横着するかだけをひたすら考えたら、今回はこういうせこいやり方に、これいいですね、なりました。トン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 。まず黒いのからいきましょうかね。トン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 。まあこれぐらい厚みのあるなんていうかものやったら、マスキングテープやったらこうどこに行ったかわからなくなるんですけども、いけるかなと思って、あとは筆を使わんかったらいけるかなと思ってですね、勘ですよ、こんなもんやったことないですよ。わあこんな技法も知ってるんだとか言われますけど、いや初めてやってますよ。どうなるかも知りません。知ったことじゃないです。シナベニアのサイズはですね、6号の何倍やったかな、P だからちょっと何センチか分かりませんので、調べれる人、今私スマホとiPad を使ってますんで調べれませんので、よかったら調べてください。6号の P です。なんでこのサイズと言われても困るんですけど、なんとなく適当に、ベニヤを買って、適当に切ったりした時にこのぐらいがちょうど良かったっていうのと、テレビの画面で16対9なんですよね。
でなんとなく16対9よりはちょっとおそらく、もうちょっと16対9だと長いはずなんですけども、だいたいそのサイズぐらいに合うぐらいの感じで YouTube のあれですね、編集上というかそんな感じです。とりあえず黒だけで黒白だけでいきましょうか。ちゃん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 叩く叩く叩く、どうなるかは分かりません。もうちょっと暗めに進めといた方が良さそうな雰囲気なので。ちっこいですね。もうちょっとでかいのいきたいですね。これだとでかすぎますよね。これぐらいにしましょうか。ありがとう、秋安さん、早い。素晴らしい。そのサイズです。ホームセンターとかでワンカット50円とかなんで、もう切ってしまったら、例えば 90×90 のサイズをそうやってもう切ってくださいって言って、ワンカット、ツーカット、スリーカット、150円ぐらいで切ってもらえたりしますよ。90×90 とか 60×90 とかなんかサイズが大体あるんですね。もうホームセンターで売ってるサイズって決まってますんで、ちょっとこの水族館の実際よりも魚少ないです。気にせんでください。こんなかけへんなと思ったんで、20匹にしました。20ぐらいでいけんちゃうかなと思いまして。今日なんか早いですね。皆さん雨やから家にいはる方が多いんですか？シューシューシューね、シューとかやってたら魚も飛んできそうなんで気をつけんといかんですね。すごいですよね。本当に全国いろんなところがあれですもんね。つながれるって面白いですよね。トントントン。一応岩の中の明るさとかこういうところとかはこういうふうにしてあります。一応そういうのは見ながらやってます。上の方の水のところとかは今ちょっとこういうふうにトントントンとつけた後にシューッと、何度も言いますけどこれ初めてやる技法なんで失敗するかもしれませんよ。そんなんね、したこっちゃないですよ。100何人も見てるくせにね、初めからもう失敗するかもしれないというこのせこい人間ですね。よいしょ。ちゃんちゃんちゃん。要はマチエールをつけときたかったんですね、背景だけでもね。背景だけ。マチエルって何ですか？マテリアルの略ですね。略じゃなくフランス語ですね。マテリアル英語ですね。物質のとか物質感をとか、海外用語で言うとエハーダと言います。エハーダ。じゃん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 。下の絵の具と混ざってグレートーンになってくることもあれば、よいしょ。全然もっと使いそうな雰囲気ですね。ちょっとつけましょうか。黒。ジェッソの黒。ジェッソってイタリア語で、石膏って意味なんですけどね。でも実際はこれ炭酸カルシウムなんで石膏ではないんですよね。石膏って硫酸カルシウムなんですけど、120人。今日早いですね。ちょっとね、皆さんね、早起きしましたか？雨の音で起きましたか？よいしょ。ポン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 。これ100円ショップで買ってきたあれですよ。スポンジ4つセットぐらいのやつです。特別なもの使ってないですよ。本当特別なもの使ってるんですかって聞かれますけどね、使いませんよ僕はね。はい、普通の画材屋さんに売っているものとかホームセンターであるものとかで書くことが多いですよ。ホームセンター僕本当大好きですよ。いろんなものありますからね、楽しいですよね。今ホームセンターは一応延長線にはならなかったんですかね。東京はまた延長線ですね。延長線が多いですね。プロ野球延長線ないんですけどね、今年はなんか延長線が多いですね。4回目ですか。よいしょ。本当もうなんかネットの中で、赤坂さん大丈夫ですか？
魚好きのなのに休日出勤で言うてましたもんね。すいません。何やってるか分かりますかね。これサランラップ、これ使ったことないんですけどやってみますね。はい、初めてやってみます。あ、なんかいいですね。サランラップでちょっとこれもなんか後ろの岩っぽい感じを出せるかなと思って適当に用意しました。ちゃん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 。この辺から上が水ですね。キャー、このおじさん何してるのって感じですよね。やっぱさ、ラップもいろんな方向でやっておいた方がね、いいですね。ゴミになりましたね。よいしょ。シュップシュップシュップ。日常を忘れて水族館に行ってく。これ海卵です。海卵ね。知らないでしょ、大分の。大分の。若干ピンときてないですか？大丈夫ですか？なんかこうやっぱり同時に接続したりなんかあれで後でアーカイブで見たら基本的に全部合ってたんで、皆さん多分ピントがずれても、あ、しまった、また電話あるかもしれん。多分ないと思うんですけど、僕の電話嫌いは有名なんですけどね。よいしょ。八百屋さんおはようございます。ああ、助かります。ホームセンターでカットしてもらいます。うんうん。あ、本日も。うん。バレたら誘いましょうってどういうことですか？まあ皆さんで勝手に会話してください。いや、わかりませんので。よよよよよよよ。シュー、シュー、シュー。なんか適当に筆の後ろとかでもね、なんかちょっとこう遊べるかなと思いますので、ちょっと遊んでみたりとか。あんまり効果なかったんですぐやめました。ポン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 。杉の井ホテルって九州にあるんですね、大分に。ね、九州の人は知ってると思うんですけどね、そこがプール開きやっていうのでですね。うちの恐竜くんは人生初のプールに行かせてまいりました。初めはめっちゃ怖がってましたが、後半はもう出たくないと暴れ出しまして、なぜ俺をプールから出すんだと、俺はずっとここにいるんだと騒いでおりましたが、杉の湯ホテルというところのアクアビートというプールと棚湯プールなんとかみたいなんとかに行ってまいりました。ありがとうございました。めっちゃ遊んでますよ僕本当に。皆さんめっちゃ仕事人やと思ってるんですけど、僕仕事ももちろん大好きですけど、もうすごい遊びますよ。でちょっとね、天気予報とやっぱ相談しながらちょっと予定を決めんといかんですもんね、この季節っていうのはね。今雨やったりすると、雨やとなかなか動けんけど、めっちゃ遊びますよ、皆さんの想像以上に。よいしょ。あ、危ない。浮きましたね今ね、一瞬ね。あら、赤坂さん本当に仕事中なのに魚の絵描いてるからって。すみません、もういつももう本当にありがとうございます。今度市民プールに行ってまいります。多分ね、佐賀市のプールは200円ぐらいだと思いますので、大人3人で行ってまいります。ありがとうございます。もう12分経過。これ今回ちょっと一回完全に乾かしたいんですよ。うまくいくかわからないですけどね。このぐらいでええかな。ちょっと一回可能やったら乾かしたいなと思ってるんで。とか言いつつ今熱く塗りましたね。どんな塩梅になるか。
こういうなんか想像するのって楽しいじゃないですか。こうなるかな、ああなるかなって。でそれがね全てうまくいくわけじゃないですけど、経験積んでいくとやっぱ成功する確率とか、頭の中で想像しているものがうまく自分でいく確率というのは確実に上がってきますよね。でそれが面白いんですよね。という感じで今12分3分経過ですけども、もうちょっとやりたいかな。ちょっとドライヤーで乾かしながら進めます。すみません、音がしますので。これぞライブペイントと言われるやつですね。全然わからないでしょう。僕も分かってないですよ。もうこの辺はもうイメージしてどう出るか。そのイメージをすることが楽しいんですね。こうなるんちゃうか、こうなるんちゃうか、ならないことも多い。ならなかったら最後書けばいいんです。はい、書けます。でも楽をしたいので、楽ができる部分は楽をしたいなと思っています。絵が上手くなる神社にお賽銭する気分です。あ、配達行ってきてください。頑張って。配達ってことはあれですかね。八百屋さんですかね。誰が誰かわかんないですけどね。よいしょ。ちょっと完全には乾いてないんですけど、よいしょ。アクリルのいいとこはもう乾きが早くて、乾いたら取れないということですよね。ちょっと筆で少し書いておいて、あまりこうにじまさないように書いておけるなら書いておきたいなという感じで、にじましてこの魚さんの下に入っていくのが怖いですが、ちょっと岩とかを書いておけるなら書いておいた方が効果があるんじゃないかと、今日の自分の予定とは違う行動に今出てるんですね。このことやろうとは思ってなかったんですが、まあそんなもんですね。完璧に予定通りはいかないですというか。上から乗せるように書くというか、魚ちゃんの隙間に入らないようには気をつけながら書いていってますよ。もうこの辺の凸凹仲いいですね。ジョン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 。この辺りはちょっと薄めの色というか、どうなるんですかね皆さんね。僕も分かってないですね。魚に対して外側に持っていくと多分いかないと思うので、まあアクリルはなんかこう油絵とかの前とかにやってみてもいいかもしれないですよね。いろんなことできますよ、アクリル絵の具というのは。まあ私は本当にどれでもやれるというか、まあ基本は油絵ですけどね。僕は油絵かけたら何でもかけるんじゃないか説を唱えていて、まあそれがいいのか悪いのか分かんないですが、油絵が一番難しいんじゃないかという説を唱えていますが、まあ、自分がやってるからでしょうね。難しいことやる方が楽しいので。頭おかしいこと言いましたね。難しいことやる方が楽しいというね、自虐的マゾというやつですね。自虐的、自分をいじめ抜くのが大好きというタイプの人間です。そうすると夜のビールが美味しいんですよね。という感じで、これをちょっともう一回乾かしますね。ちょっとね。ピピ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 ピ。何が何だか分かんないですよね。これを目指してるんですよ。これを目指してるんですよ。すみません、またドライヤー行きます。全く分かんないですよね。もうこのおじさん変ですよね。
動画から普段使ってないものまで興味が湧くそうでしょ。もう街を歩いてても楽しいでしょ。タカさんもおはようございます。きのこさん全然わからないでしょ。あ、すみません、ありがとうございます。恐竜さんからコメントが来ました。布団で寝始めましたと。すみません、ありがとうございます。恐竜の、すみません。そういうことですね、よしかさん、そういうことです。今回の僕問題点はこう練り消しがちゃんと取れるかなというのが問題点というか、うわめっちゃドライヤーで熱でちょっとこのじゃあ外していきましょうね。ディ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 ベリこの練り消しの跡がちゃんと取れるか。練り消しを取るにはガチッとこれ固めたいな。取れましたね今ね。なんかニードルみたいなれへんかな。ないか。何でもあるんですけどね、我が家には。どこや、あ、いたいた、魚探しゲームみたいですね。14番、はい、16番、練り消しがねとっとしとる。はい、取れていきました。だらっと、ね。ありがとうございます。恐竜さんのあれ、すみません。お昼以降変わりますんで、本当に申し訳ないです。よいしょ。鳥、鳥。ね、取れてきた。でもあんま見えないでしょ。あんま見えないでしょとか言って開き直ってるように見えないでしょ。あれすごいね。左。あ、取れそうですね。ゴシゴシやれば。鳥。ここに何がいるでしょう。サメさんがいます。鳥。要はマチエルをつけてるとことつけてないとこ今分けました。魚のとこはつけずに、もうこいつらは使わないので、お疲れ様でしたとちゃんと言ってですね、さよなら、ありがとうございました。鳥。鳥。鳥。お疲れ様でした。今のところ実はこれそう予定通り頭の中にある予定通り来てるんですよ。うそーんと思ってはるでしょ。ちゃんと探し出してあげてくださいね。これもホームセンターで買ったんですけどね、これもねなんかのために買ったんですよね。学生と何かを作る時のためにちょっと事前に買って僕が試してみたんですけども、お取れる取れる OKOK。結局使わんかったから家にあったんでいつか使おうと思ってました。でで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 、一応練り消しコーナーしっかりやったら取れますわ。大丈夫ですよ。隠れてる魚はいませんか。いませんね。よいしょ。一応全部多分取りました。魚を取りました。なんのこっちゃらって感じでしょうね。何のことしてんやろって感じでしょ。でもまあ画像を見ると案外見えるな。自分の角度からあんま見えないですけどね。でちょっとですね、この板自体を固定したいので裏にマスキングテープを貼っておきます。では、よいしょ。でも午後から晴れるいうていう天気予報曇りになってた気がするんでですね、一応3箇所ぐらいなんかマスキングテープを丸めて、しました。この辺ですか。この辺ですか。もうちょっと上がいいかな。この辺かな。いけますかね。もうちょっと上がいいかな。この辺にしておきましょうか。大丈夫ね。OK。グッグッ。そうするとこいつをはめたらどうなるかなと思ったんですよ。ね。こいつをはめたらどうなるかなと。皆さん何度も言います。初めてやりますよ。もちろんね。普通はライブペイントの前に実験するはずでしょっていう感じかもしれませんけどね。
そういう人なんですよ。皆さんをね、こうね、なんかね、失敗も見せるというのがこうね、私はこれからの大人の在り方やと思ってるんですよ。若い人に失敗をどんどんできるような環境を作ることが先生の仕事だと私は思っています。それが先に生きる人はやっぱり失敗するわけですもんね。だから先生って言われるんですよね。多分ね。今適当に言ってますよ。何も考えてないですよ。ね。そしてこれにまたいけへんかなと。ちょっときれいめのやつでいけないか。よいしょ。いけんかな。ちょっと上から押さえながら叩いたりするとどうやどうやと明るいところを目指してどやどやどやと叩いてみたらどんな塩梅になるかは分かりません。よくこう外側から書いたり内側から書いたりしましょうねって僕言ってると思うんですね。なんとか好評みたいなとかでも。でそんな塩梅を作れんかなと。テクニックだけでなんかこうある程度できやんかなと思ってこんなことを見せてみるのもいいかなと思ったんですね。だから結局私やってることは鬼好評とかで課題を見つけてそれをライブペイントやら作画動画でお見せしてということをずっとやってるんですよね。それ皆さん気づいてますよね。だからついてこれないっていう人はいますけどねついてこれないと思いますよ。だから皆さんそれぞれに課題があっていいと思うんですね。だからこれはもしかして私の課題に対することかもとかって思ってはるでしょ多分ね。で多分それ合ってますよ。一人一人にというわけじゃなく今全体的に言えるのはこういうことかなとかね。おお、まだ白黒でやってますねこのおじさんね。この魚ちゃんも上の方は明るくした方がいいかな。これちょっとうまくいかんかもしれないですけども大体の塩梅でいいと思います。塩梅って何やって話ですね大体の漢字大体の漢字でいいんじゃないかなと。この辺りにこの辺りにという感じとか今ちょっと明るい色塗ってますけど暗い色が入ってきてもいいと思うんですね。暗い色は例えば A のこちらの方のこっちの方はこの魚もこっちの方は暗い色なんで間違えた。はっきりと暗い色と明るい色だけでまずやっていってこっちを白か。これやったらね子供とかでもできへんかな難しいかある程度まではいくと思う。最後はもうある程度書こうかなと思ってるんですよ。もう土台だけ、作ってでその土台の作り方がちょっとですねやったことないような土台の作り方をしてみるのもありかなと思ってですね。よいしょ。あら松岡さんありがとうございます。松岡さん続きは後で見てくださいね。もうこれで市民プールこの夏2回行けます。ありがとうございます。水泳用のプールパンツおむつを買わんといかんのでそれがちょっと高いんですよね。ようやく買えますわ。よかった。佐賀の全裸監督って言われてるぐらい全裸で今プールとか海とか行ってたんですけどようやくですね紙おむつが買える。よかったですよ。水泳用の紙おむつが買えるかなと思います。ありがとうございます。ジョークですよジョーク。皆さんジョークですよ。よいしょ。今週の鬼好評メールのミスが多くてめっちゃくちゃイライラしてますので皆さん朝から怖いもの見たくなかったら見ない方がいいですよ朝からイライラしてますんで。すっごい多かったですね。20
15通ぐらいミスがありましたね。なんでこんなに複数送ってきはんのかなこの人たちはっていうぐらいミスがありましたね。すごい多かったですね。先週が機嫌良すぎたんでしょうね。やっぱり人は油断するとやっぱりこうつけ込まれますね。僕だから詐欺とかに遭いやすいのかもしれないですね。玉ねぎ乙女さんですね。いってらっしゃい皆さん。報告が面白いですね。ちょっと覗いてみましょうかね。どんな塩梅かちょっとわからないんで覗いてみましょうか。上を止めたまま。おいしょおいしょ。ピョロ。おー、雰囲気出てる。イメージに近いですよ。ほう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 。悪ないです。もう OK。取りましょう。ちょっと雰囲気出ましたよね。わかりますかね。雰囲気がちょっと出たかなと思います。まあこんな感じでイメージしてたんですよ。ちょっとパレットがなくなってしまったので予想をしていませんでしたので、ちょっとドライヤーで完全に乾かしますね。もうスポンジは一応使わない予定です。よし。パレットの半分側を使おうかな。使えるかな。もったいないのでこっち側を使おうかなと。よいしょ。まあアクリルの場合は本当に乾かしていろいろできるという画材ですのでいいかな。普通のまあ絵皿にブルー系、これはプルシャンブルーですね。多分このぐらいの色だろうということでこれも勘でやってます。もうちょっと筆がいいかな。もう一つの方は何ですかこれも、スカイブルーというやつです。こんな塩梅かな。グリグリ、悪くはないと思います。まあ、水で今溶きました。これはもうちょっとメディウムかけずにいきますね。ビュー。グロスポリマーみたいなの入れずに今グレーズをしました。ビュービュー。一気に、情勢が変わったのがわかるかと思います。これがグレーズの効果ですよね。でまあ今メディウムを入れてないのでちょっとツヤが出ないですけど、一気にこうなんていうかね、7回裏逆転って感じでしょ。岡本和真君のツーランホームランぐらいの感じでしょうかね。何言うてんねんって感じでしょうね。一気に情勢が変わったのがわかるかなと思います。今日は実はですねまだちょっと2ターンぐらい僕は動こうかなと思っていて、どういうことですかと。まあなんかこうずっとやってきて、いろんなことやってきて
皆様も鬼講評が上手になって見てると皆さん上手になってきたんで、いいこっちゃなと思うんですけどね。まだまだ私に追いつくにはというのを思い知らせてやろうと。おじさんぐらいになってくるとこれぞプロフェッショナルなんだぞと、おしゃべりしながら書くということがこんな難しいんだぞということをね、皆さんちょっとね分かってもらえたかなと思いますけど、なんか雰囲気出たでしょ。ちょっとね、ちょっと黄色入れましょうかね。ちょっと緑っぽい雰囲気がこの辺に漂ってるので、現在33分。グレーズとちょっとこうスカンブル的な白っぽいのを入れながら今このように、塗りましたおお、大胆にね、面白いですか。これもっと透明感出しますよ考えたらそうですよね。頭の中でちょっとできてるのがやっぱりそれを形に8割方できるというのがやっぱりでしょうね。なかなかね、こんなもん絶対半永久的にちょっとこの時間じゃ乾かないので、もう書き込んでいきましょうね。ちょっとね、でちょっと色を出しましょうかね。今の同じ色出しましょうかプルチャンブルー、スカイブルー、スカイブルー、これ並べときましょうか。ここまで映らんかな、ここまで映るかな。黄色はね、これね、カドミウムイエローじゃない、イエローミディアムアゾっていうやつですね。と白ですね、ジェッソの白。どれや。ちょっとこうなんていうか、岩のですね、ふわふわふわっとした感じとか、少しかけるところは乾くのを待ってたら多分、時間かかりそうなんで、ちょっと書き込みながら乾くのを待っていこうと思います。こういうわわわわっとかしたのとかですね、少しこういうのを書いていこうかなと思います。現在35分経過ということで、いつもねライブペイント初めて見るという人もいるかもしれませんけど、1時間から1時間15分20分ぐらいで終わらしますね、大体ね。そんなダラダラやりません。私はね、公務員でございますので時間通り働きます。時間以上働きませんこれはボランティアですけどね。やっぱなんかこう YouTube のお誘いいっぱい来ますもんね。なんかこうして英語の誘いとかね、もっとこうしませんかとかね。大体公務員ですってメールをしたら途端に皆さん何の返事もなくなりますあれめちゃくちゃ面白いですけど、何の返事もないですもんね。一応ね、なんか返事ぐらい返してほしいですよね。何の返事もないですもんね。ちょっとこういうところもにじましながらこう岩とか書いておいてもいいかもしれないですよね、今ね。自分が思ってるよりなんかまあまあうまいこといきそうな気配が出てきた。やるときは若干不安やったりするんですけどねなんとかなるやろうとしか思ってないんですけどね。これなんかあれですね、ちょっとできそう。でもちょっとあれですね、材料費がかかっちゃいますね。今ちょっとなんかこう8月にも高校生に向けたワークショップが今年はありそうやっていう話なんで、やりましょうかっていうか、やるんですけど何やりましょうかねっていう感じなんで、佐賀県の高校生にはこういうの教えてるんですよ。もう何年も行ってますよ。鳩岬っていうところがあって、皆さん知ってますかね。呼子とかって聞いたことありますか。呼子のイカとか、あの辺りの、少年自然の家っていうのがあって、でそこで、多分今年は泊まりじゃないと思うんですけども、毎年こう、泊まりのやつがあって、で私は泊まりませんって言ったんですけど、忙しいので泊まりませんっていうか、僕は泊まるのこう知らん人と泊まるのあんま好きじゃないというかね、疲れるじゃないですか。で朝方の人間なのでですね、仕事がやっぱ朝とかできないのがストレスになるので、あまりそういう泊まりの仕事とか、個人的にはホテルとか一部屋とかやったらいいんですけど、なんかねこうそういうとこって
何人かで泊まるとかいうありますよね、少年自然の家とかね。ああいうのやったら朝方とか僕仕事したいんですけどできなかったりするから、案外そういうのがストレスなんですよね。ビビビビビビ病気です。仕事病という皆さんね、仕事病ですか？大好きなんですね、仕事と。後ろにもなんか岩があるんですね。はっきりと魚って分からんでもなんとなく雰囲気出てきましたね。と言いながら自分に慰めるといういつものパターンですね。こちらは雨がちょっと落ち着いてきたかな。ここにサメがおるんです。サメがおる。サメがおる。サメがおる。この辺なんかどっちかと明るくなってますね。下からの光が当たってるんですかね。なんか質問渡してくださいね。平筆の上からの光、平筆の上からですか。なんかこの辺紫っぽく見えるな。ちょっと赤入れましょうかね。紫入れましょうか。ほんの少し紫を感じるんで。それだけでも印象違いますもんね。ほんの少し入れるだけでも、このクジラさんのところにもなんか紫っぽいの感じるなと思ったら。画面は光ってはいるけど、まあまあまあいいね。変わりましたか、レンさん。ね、170人。皆さん面白いですか？どうですか？こんなこともできるんだぞというこのおじさんの、ね、なんていうか。まだ実は本当はありますからね。まだあれですよ。まだ変えようと思ってますからね。何をやるんやって感じでしょ。乾いてからやろうと思ってることがあるんで、今乾きが進むまでちょっと書き込みも同時にちょっとしていってます。ここの空ですね。海は。あら、もういつも本当に大丈夫ですか？もういつも本当にもうそんなもう無理せんでもうすみません。いつももう気持ちだけでいいですよ。本当にいつもコメントもくれててもね、本当に返せなくてすみません。もう皆さんの読んでますからね、ちゃんともちろんね。もう気持ちだけでいいですよ。よかった。水着買ってあげようかな。ね、もう本当にいやー、水着買ってあげようかな。西松屋で690円で売ってたけどね、買えんかったから、今回秋安さんのあれでもう水着買おうかな。というね、ジョークですよ。ちゃんとジョークですよ。ありがとうございます。本当にもう皆さんのそういうね、もうやってて楽しいの、もうただ僕が一人で、夜おいしい、昨日はね、憎き阪神に負けましたんでね、今日は美味しい酒が飲めるというかですね。ライトスタンドでなんか巨人ファンと阪神ファン喧嘩してたみたいですね。あんなんがニュースになるっていうのが面白いですね。やっぱり今のこの時代やから大声で叫んだらっていうのでニュースになるんですよね。昔なんかめちゃくちゃありましたけどね。引っ込んでろーって言ってですね。その話どっかで必ずしてますのでね。駒田という選手がライトを守ってました。奈良県桜井高校か桜井商業出身ですね。私の担任の先生が、中学の時同級生かなんかやったと言って、めちゃくちゃやっぱり中学生ぐらいの時からもう桁が違うらしいですね。ああいうもうプロに行く選手というのはですね、言うてましたよ。
駒田くんめっちゃすごかってんでって言ってました。多分僕も誰か言うてるでしょうね。小木曽くんめっちゃうまかってんでって言われてるでしょうね。でもなんかこう賞とか取ったことなかったんですよね。中学とか高校とか。なんでですかね。まあいいんですけど。おね、だいぶこう出来上がってまいりましたと思いきや、だいぶ乾いてきましたね。もうちょっとやね。ちょっと左手すみません、ドライヤー乾かしますね。もうワンターンツーターンやりたいので。まだこれ土台ですからね。まだ土台ですよ。ね。ここでちょっとかっちり乾かしたいんですよ。うちのチビ喜びますかね。あんま魚興味ないみたいですよ。ライオンとか見てガオーとか言ってますけど。今44分経過。ちょっと乾くの待ってられんっぽい感じですね。一回こう押さえるとこは押さえておきます。ちょん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 。まあじっくりね、皆さん時間があったら待ってください。私はせっかちランキング世界第4位なので。てん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 。なんとなく魚の場所とっていうのが分かる程度で僕は十分やと思ってたんですね、初めからね。でどうしてもここのターンは完全に乾かしたいのですみません。おそらくほぼ完全に乾いたかと思います。45分経過です。はい、そうですね、紙やすりです少し削ってあげたりすると下のマチエルみたいなのも出てきてより複雑になっていくことでしょう。ちょっと見にくいと思いますけどね、皆さんからね、何が起こってるんだろうって感じかもしれませんけど。こういうとこは横のストロークで。という感じで今削っていったんですけども、若干こう少し汚れが残ってますので雑巾拭いてください。汚れ取れますね。耐水性のこれペーパーでもあるんですけどね。すごく複雑なマチエールの土台が出来上がってきました。土台やったんかいっていう感じかもしれませんけどね。こんだけ汚れてますね。後でちゃんとあれしてね、雑巾もきれいにしておきましょう。よいしょ。拭き取りました。中平さんもおはようございます。皆さんどうですか？だいぶね変わってきましたよね。じゃあちょっと最後書き込みながらしていって、ここからはディティールを書いていこうと思いますが、その最後の最後にもう一回、もう大体分かる人は分かると思うんですけども、ちょっと黄色いお魚さんをピュッ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 
ここのヒレのところがピュッピュッピュッ、画面の中で少し黄色い色が入ってくるだけでもね、ちょっと印象が変わるんじゃないですか。ピュッピュッピュッ。しましまのこの子たちもね可愛らしいので、しま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 も書いてあげましょうね。しましまくんたちキュッ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 とこの辺のなんかへんてこりんな魚もキュッキュッキュッと一匹一匹全部書いてたらすごい大変なんで、画面の中でこう例えば黄色い魚がいくつか欲しいな思ったら、そういうところにちょんちょんちょんとこう画面の中の構成を考えて、置いてあげたりとかですね。エイ君のヒレがアクリルの場合ちょっと色がねどうしてもですね乾いた時と塗った時違うのでですね、その辺がちょっと難しいですけど、エイ君の顔がものすごいチャーミングですね。スター・ウォーズとか出てきそうな感じですね。なんていうんですかこれ。筆がちょっと先が弱ってますね。もうちょっと気合入ってるやつないかな。よう言いますよね、僕気合入ってる筆ってね。なんのこっちゃっていう感じですけどね。気合の入った筆、背景で、ちょっと背景も少し書き足らんなと思ったら少し書き足してあげた方がいいと思いますんで、同時にやっぱり書いてあげてください。大変ですけどもね。魚とこれなんかはしましまんずの人、しまんずって関西で昔芸人さんいましたよね。やってはるんですかね、しましまんずって。多分関西の一部の人しかわからないと思いますが、しましまの魚がここにもいはるね。これも可愛いですね。しましまんずって言いましたよ。しましまんず。この辺に泳いでいる魚さんをもう下地とか関係なくいってます。下地を生かす、下地のところでこうなんていうんですか、マスキングしていたところももちろんこれなんかマスキングっていうかをしていた魚さんです。出てきてるの分かりますか？よいしょ。雨はちょっと落ち着きましたね、こちら。よいしょ。よいしょ。魚出てきました？だいぶ出てきましたね。ね、不安だったでしょ皆さんも。今日はさすがに小木さん、前回の人物の水彩の学生を描いた時ぐらいあの時はあんなにある種って描きにくいんですね。粗めめっちゃ描きにくい。ちょっと学生には申し訳なかったですけど、あれはもう過去最大級に難しかったやつですね。もう一回今度やろうねって話をしました。よいしょ。サムネイルも学生が出てみたいって言うからあれ出てるんですよ。学生を出したら視聴回数が伸びるのか否かという実験をしてみたんですけど、まああんま変わんなかったですね。そういったことをいろいろ試してみてるんですね。彼らはもう SNS で、時代ですからね、もう本当に SNS 全盛の中生きていくわけですから、一緒にですね実験をしてみたいということで、いいよということでサムネイルに出てみましたけどね。なんか元気がいい子たちが集まってる、学年によってですねいろいろありますもんね。なんか3年生は元気のいい子たちがいるような感じがしますが、去年はコロナで2年生の時にあんまり会えてなかったのでですね、でちょっと感染が落ち着いてきたんで、ようやく学校とかでも出てきてですね、いろいろな話し合いとかができるようになってきてるんですけども、やっぱちょっとかわいそうな気はしますよね。大学生の子たちとかもね。まあ彼らは彼らで多分なんかやってはいるんでしょうけどね。なんか厳密にもちろん書くというわけじゃないですけども、少しこういうふうにちょっと書いていっております。もうちょっと今日頑張りましょうね。天気がすみません皆さんね、
関係ないけど九州は大雨、朝からなんかニュースで大雨大雨って言ってるから大丈夫。北部九州、一応佐賀って北部九州になるんですけどね、200ミリぐらい降りますよって言ってたから、一応こう様子を見ながらですね。しましまのお魚さんも可愛らしい。正面向いてる魚もいますね。ググ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 。この辺光ってますね。あ、光ってるわけじゃないのか。なんとなくこう雰囲気出てきましたね。水彩紙でもできると思いますよ。水彩紙できると思いますよ。うん、頭の中で考えてますが、できますね。できます、できます。まあなんかこう紙の凹凸みたいなのがこうもしかして邪魔するかもしれないので、こういうシナベニアのパネルとかやったらば凹凸とかがほぼないからですね、邪魔とかがないんですよね。だからやりやすいだろうなという想像のもと書いてますね。この辺のなんかこうですね、ものすごいこうなんとかブルーグリーン、これぐらいの色ですね。このグリーンみたいなのがバシッと決まりたいとこですね。何を入れんやって感じですね。このぐらいのなんかこう不透明感のあるようなバシッとした色が決まって、外側から決まることによって魚のシルエットが出てくるようなところがあっても面白いなと思ったりですね。今で55分経過です。55分。もちろんそんなにね、厳密にしっかり、書き込んで写実的にというわけではないですけども、まあ、ここからもちろん時間かけたらある程度は書いていけるんでしょうけども、ちょっと黒も入れてですね。ピュー。土台の作り方の重要性分かりましたね。そうなんですよね。本当にこう家づくりと似てるというかですね、もうやっぱ構造をしっかり作ってあげて、やっぱ立てていかないとですね。昔ありましたもんね。皆さん知ってますかね。若い人はちょっと知らないかもしれません。耐震強度偽装って調べてみてください。あれなんか頭の上も偽装やんかみたいなツッコミがね、そうツッコミが入ったというのが昔ありましたね。という感じでちょっとずつこう密度が上がってきてます。ちょっと岩の方も描きながらですね、苔っぽいこの緑なんかも案外綺麗だったりしますよね。魚のちょっと黒さみたいな暗い黒さっていうかな、そういうのもちょっと書いときましょうか。ピューピュー、お目目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 ここのエイくんのこれ目なんですか？スター・ウォーズみたいな顔で、ここなんですか？ここね、ようわからないですか？ちょっとディティールを書いていってますよ。ぎゅーっと端っこが大事なんかどっかで言ってましたでしょこういう端っこが大事、端っこが大事。目グ口。またこれあそこにコミュニティ欄とかにも完成したの載せときますから、多分ディティールとかまであまり見えてないと思うんですけども、少し詰めていってそのディティールとかもお見せしときますので、よかったら見ておいてくださいね。ピュッ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 。この辺もうちょっと魚増やしましょうか。この辺なんかもっとうようよいてもいいですね。うよ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 。黄色い魚もうよ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 。奥の方にもうようようよ。よいしょ。
こに魚いはるね。ここの魚の顔のとこの明るいの。よしよし。あと10分15分でちょっと終わろうと思いますので、質問があったらぜひ早めにしてくださいね。遠慮なく。ちょっと今日は恐竜くん寝てますので出ませんので、残念。期待をされた方残念でした。ビュービュービュー。本当にここのなんかブルーの色綺麗な。まあそこまで出ませんでしたけどね。このめちゃくちゃブルーの色綺麗な。よいしょ。まあ、なるべくこう横の流れとかを作りながら。もうこの絵じゃなくてももちろんいいですよ。日頃のなんか質問をできたらここで言ってもらえた方が助かります。そうそうそう、自分で撮ったやつ。これスマホで撮ったやつですよ。デジカメというか大きいカメラ持っていかなかったので、海卵で、撮ったやつです。はい。まあ何パターンかはもちろん撮ってますけどね、別にこれ書くために撮ったわけではないんですけど、なんとなく思い出の動画を撮るために写真とかも動画とかいつも撮ってて、もともとなんか YouTube はちびっこですね、スマホとかに動画保存できないから、それの保存のためにYouTube を使っているというので、皆さんに公開してないのも結構あるんですよ、もちろんね。本当にこうデジカメじゃなくてこうスマートフォンので撮った画像ですね。ここで一旦乾かします。切り抜きですか？僕マスキングは結構するんですよ。で作品でマスキングをするので、マスキングテープを貼っといて、やるとなるとなんていうか、結構厚くポンポンポンってスポンジで塗っていくじゃないですか。そうすると見えなくなるんちゃうかなっていう不安があったんで、さっきみたいにさっきやとこう、ネガとポジとして、初めにこう魚のとこだけ、塗っておいて、というこうなんていうかネガとポジができるので、そういうのもちょっとこう皆さんに見せておこうかなと思ったんですね。意味わかりました？何を言ってるかわかりました？最近よくこうネガポジの話してるというか、辺りからかな、アジサイを描いた動画あたりからちょっと僕は知らなかったですけど、ネガティブペインティングっていうらしいですけど、僕らネガポジでものを見ましょうっていうのはなんか浪人とかの時に教わってたんですよね。でそれのまあ応用編的な感じですね。赤坂さんありがとうございました。仕事が入ったそうです。面白いな。もう皆さんね、皆さんどういうあれなんですかね。もう全然わからないですけどね、どういうあれお仕事とかどういう何かとかね、自由な方なのかフリーランスなのか何かわからないですけども、どんな感じかな。よし、グロスポリマーメディウムを使います。この黄色は多分必要ないかな。取っといた方がいいかな。よいしょ。ビューシャパ。最後はちょっと完成のニス的なイメージで、グロスポリマーメディウムをちょっとかけて、それがまた乾いたらもうちょっと描きたいとは思うんですが、時間的には1時間、ちょっとですので、ちょうどいいぐらいなのかなと思いますので、本当はもうちょっとそこから描いてまたグレーズしてとかっていうことをしたいところはあるんですけども、ね、もう皆様もですね、
これ以上ダラダラやるのは僕もあまり好きではないので、この辺りがグロスポリマーメディウムでちょっとグレーズをして終わりにしようかななんて思ってます。深江さん、100号などの作品の前にこのような事前に4号程度、ありますあります、ちっちゃいので書くことあります。でも最近は正直ないです。昔はよくやってました。昔っていうか学生時代とかはしょっちゅうやってました。30歳ぐらいまではやってましたよ。でも今はもう頭でできてるというかそのぐらい作品も作ってきたという自負がありますので、こうなるだろうなっていう想像がもうある程度できるようになってきたと言いますかね。ちょっと白入れてみましょうか。だからですね、その辺はちょっと今と昔では考え方やあれは違うんですけども、そうですね、このぐらいの作品で昔はよくプランニングは立ててましたよ。よいしょと。ちょっとなんか弾いてる感じがするんで、もう一層ぐらい、一層っていうかもう一回ぐらいこう動かしてあげたら多分ある程度馴染んでくるかなと思います。ちょっと乾くのを少し待ちながら、皆さんの質問があればそれに答えながら、よし、イメージに近いのができたですよ、本当に。嘘やろとか思ってるかもしれませんけど、本当本当。ちょっとこの辺ね、黄色みがかった感じにちょっとほんの少しここにつけて乾かんうちに少しやってみました。でこれがちょっと乾くと透明感が増してきますので、まあまあいい塩梅になるかなと思いながら、乾くのを少し待って、置きながら起きた。メダカのジオトープを作ろうとしている。藍染めが好きなので大好きな色水族館見せていただいてうんぬんかんぬんということで、ちょっと高さをつけましょうか。よいしょ。あと乾くの待って、終わりにしようと思います。おそらく最後ちょっと完成して乾いていくのを見た方が色の変化とかですね。よいしょよいしょ。もうちょっとこっちかな。先生はファンの筆は使われませんが、ファン使いますよ。あれないか。めっちゃ使いますよ僕。輪郭ぼかしたりするのとか、ファンの筆も使いますよ。映像が明瞭になりありがとうございます。ね、だいぶちょっとこうどうしてもですね、動画やったら光がチラ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 光ってしまってるんで、画面がですね、今ちょっとこっちのライト消しました。こっちのライトも消してみましょうか。私の方は暗いんですけどね、動画で見ると画面が光ってないので案外見やすいんじゃないですか、こっちの方が。難しい絵も工程を1から順を追ったらみんなできると思わせる作業でしょう。みんなできますよ。100号など藍染めが好きなのでグレーズしたら一気に水の中になりましたということで、少し乾いてきて透明感が出てきたんではないでしょうか。202コミュニティ欄で細部を楽しみにしてますと、ずっと土台を作られる時が大好きですと。土台講座を土台講座ですか。どういうことだ。多分作画動画死ぬほど作ってるはずですけど、それ全部土台作ってるはずなんで、水彩やったらこういう土台こういう土台とかっていうのがあるので、土台講座をと言われると困りますね。グレーズしたら一気に水の中感が出てきましたね。もうちょっとね、もちろん魚の数とかも増やしてよかったんですけども、という感じで、10時6分ということで1時間ちょっとですね、もう少し乾いてから完全に乾いてから、コミュニティ欄の方に皆さん載せておきますので、そちらも見ておいていただければと思います。明日ですね、もしかしてやるんかもしれませんし、ちょっとですね、状況が読めないのは雨のせいもあるんですけども、ちょっとこう雨とかいろいろ諸々あるんで、一応ですね準備はしてるんですよ。ちょろっと見せときますね。ちょろっと珍しくここまで準備はしてるんですよ。
という感じで、もしかして明日の夜何時やったっけ、7時か8時かどっちか忘れましたけど、やるかもしれませんし、できなそうならばちょっとコミュニティ欄の方にですね、連絡しますので、よかったら酒飲みながらあれしますので、お付き合いいただければと思います。本日もありがとうございました。ご視聴私も楽しくやりました。以上で終わります。お疲れした。